食品サンプルを学ぶ会でございます。ちょっと渋めのあ、本当ですか。うえ、すごいあったかい。おお。こんにちは、アデイウィズレイクへようこそ。本日はご覧ください。食品サンプル屋に来ております。本日はアデイウィズレイク食品サンプルを学ぶ会でございます。今日実は来てるけど何を作るかまだわかんないので、楽しみだなって思っているし、SNS とかで見るショート動画に食品サンプルを作っている動画とかを見たことあるから、自分もどうやってやるのか体験できるのが楽しみです。それでは行きましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。本日早速なんですけれども、はい、試作体験でこちらで天ぷらとレタスを作っていただきます。おお。はい。で、結構作るの難しいので、見ていただいてから実際作っていただければと思います。はい。はい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。天ぷらがですね、こちらからお好きなもの2種類選んでいただけるので、あ、完成したらこんな感じ。はい、そうですね、こちらですね。2種類。2種類。これはしいたけ。ありがとうございます。なんかいつもこれ何ですかって聞かれるんですけど、このしいたけですよね。そうなんですよ。うわ、なんかエビ可愛いですね。なんか可愛い。エビがやっぱりダントツ一番人気ですね。あ、そうなんですね。迷うな。ピーマンと。あ、難易度とかってそれぞれ変わってくるんですか？エビはちょっと難しいかなと思います。逆に一番簡単。あ、そうなんですね。触ってみてもいいですか？はい、もちろんです。食品サンプルってはい。いつからあったんですか？大正末期から昭和初期にかけてというふうには言われてるんですけれども、実際に誰が作ったのかっていうのはちょっとわからない。あ、そうなんですそうね。なんですよ。面白い。すごい。レンコン。レンコンは穴開け作業があるので、全部穴開けていただいてもいいですし、本当に何個かだけ開けるスタイルでもいいので、一番個性が出るかなっていうところです。レタスはまた別です。はい、そうですね。天ぷらに種類とまた別レタスも作っていただきます。わかりました。かわいい。なんかちっちゃい。はい、ちょっと小ナスですよね。よし。じゃあ今日ナスとナスと、はい。レンコンにナスとレンコンで、ありがとうございます。ちょっと渋めのあ、本当ですか？ナスでしたね。すごいいいと思います。本当ですか？なんか大体皆さんエビとかぼちゃ行かれるんですけど、すごい意外なところありがとうございます。いただいてありがとうございます。このお湯自体は40度から42度のお風呂ぐらいなので、ここは熱くないのでご安心ください。はい。ただこっちの炉ですね、60度の熱さで溶けておりますので、手についてしまうとやけどはもちろんしないんですけれども、結構びっくりするぐらい熱い温度になっておりますのでお気をつけください。わかりました。ろうでできてるんですね。そうなんですよ。食品サンプル専用なので、ちょっと普通のろうそくとはまた全然素材が違うものになりますね。そうなんですね。早速ですね、天ぷらのお見本からお見せしていきます。はい。この黄色いろを注いでお渡しするので、持っていただいたら水面から60センチのこの高さキープで流し入れていただきます。で、エビって分厚い衣で作っていただいても尻尾が出てるし、あの形なんでなんだかわかるんですけど、お野菜分厚い衣にしちゃうともう何の手
天ぷらだかがわからなくなってしまいますので、本当に少しずつ垂らして丸を描いて薄衣を作っていただきます。なるほど。はい。で、こちらの真ん中にレンコンを置いて、3本指で沈めてくるっと返しますね。上ありがとうございます。すごい。なんていうリアクションいただいてありがとうございます。なるほど。ろうの温度とお湯の温度の差で形ができる。そうですね、もうおっしゃっていただいた通りで。でも穴開けに関しては全部開けていただいても、何個かだけ開けていただいてもいいので、もうお好みの感じに。なるほど。包んでいただいて、お水の中に入れるともう一瞬で固まりますので、こちらでレンコンのす天ぷらがごい。はい、出来上がります。そうですね。はい。難易度が上がってきます。白と緑を作っていきますね。はい。白い方を30という一番上のメニューがあるんですけれども、ちょっと多めで大丈夫なので、注いでいただいたら水面ギリギリから少し垂らして、これを持ち手として持っていきますね。はい。で、残り全部流して丸い水たまり作ったら、お玉の底ペタッとつけてスライドさせて伸ばしちゃいます。はい。ここがちょっと難しいかもしれないです。僕ショート動画で見たことあります。はい。ありがとうございます。もうまさにショート動画でやらせていただいてる。レタスで緑もいっぱいですね。白いとこ上半分かかるぐらいで乗せていただいて、これ2杯ちょっと乗せていただいちゃいますね。はい。はい。で、前に進んで、ここからちょっと伸ばしていきます。真下に進めて、自分の方に引っ張って、ここで止まらないで、お顔の方に向かってもぐい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 上に持ち上げちゃってください。はい。ありがとうございます。すごい。白いとこですね。カーテンの糸をイメージでちょっとクシュクシュとして丸めて芯を作っちゃいます。はい。で、あとはもう左右交互に本当に力をなるべく加えないように包んでいただいて、丸く形をお好きな感じにしていただいて、で、水に一周に浸して、一応中芯作ったので半分にカットしてどうなっているか見ていこうと思います。はい。じゃあこれでちょっと包丁入れさせていただきますね。はい。いきます。よいしょ。そうすると中こんな感じですすげえ。出ます。うわー。衣が衣してる。衣が衣として働いてますよすね。ごい。よし。ではよろしくお願いしまありがとうす。ございます。お願いします。じゃあレンコンからでレンコンおからで願いします。かしこまりました。はなんか面白いですね。い。天ぷら揚げてる時ってこっちが油ではい。こう生地の方にお水がはい。入ってると思うんですけど、逆なんですね。面白い。めちゃくちゃいい着眼。あれ確かに。そうですね。すごい。言われてみれば、これ油の中に手突っ込んでるかと思ったって動画とかで言われるんですけど、本来はビュッフェとかで、はい中のものを保温しておくために使う道具をもうオーダーメイドでちょっと形を変えたっていう感じですね。すごい。よし。お願いします。そしたらちょっと高いんですけれども、この高さキープで持っておいていただいて、これぐらいの小さい丸を少しずつ垂らして作っていただきます。はい。はい、お願いします。お、いい感じです。本当にちょっとずつで大丈夫なので、その調子でだいたいもうレンコン入るぐらいの丸ですね。ありがとうございます。全然寄せていただいちゃって大丈夫なんで。高さキープが難しいですよね。難しい。はい。どこ見ていたらいいんですかね。でもこっちの方
で大丈夫なんで、はい。あとはこっちの方にもちょっとあると、全然全くです。ありがとうございます。衣が濃いかも。この辺ですかね。はい。ちょっと隙間も埋めていただくような形で、お、いいです。あとじゃあここだけちょっと垂らしちゃいましょうか。はい。はい。すごい手が緊張してらっしゃる。ありがとうございます。これで大丈夫です。いただいちゃいます。そしたらレンコンを真ん中に置いていただいちゃっていいですか？はい。はい。その向きで大丈夫です。ありがとうございます。じゃあちょっとレンコン逃げていかないように接着剤だけ失礼しますね。はい。で、3本指でぎゅーっと下に沈めていただいちゃって、はい、で、表にくるっと返してもらって、あったかい。あったかい。ごめんなさい。一旦手を離していただいてすいません。大丈夫です。すごい透けてて、本当ですか？かなり美味しそうなんで。よかった。これでちょっとレンコンの穴開けですね。後ろを見ていただいて、どこ開けようか決めていただいたら、こんな感じで穴を開けていただければと思うので、はい。ちょっとお湯の中でぜひ行ってみてください。はい。ですね、後ろ見ていただいて、どこ開けるか決めていただいたら、もう上からぐさっと刺していただいちゃって大丈夫です。あと1箇所。もう構想が練られてますね。よし。お、ありがとうございます。よし。で、穴が大丈夫だったら、はい、失礼します。そしたらこれで上触らないように下の方に衣を包み込んでいただいて、レンコンの形にしていただいちゃいますね。はい。その調子でちょっと全体的に包み込んでいただいて、はい。レンコン。今でもかなり透けてるんですけど、ちょっとお水なんか浸していただくとさらにお色味透けてきますので、こちらに一瞬浸してもう出しちゃって大丈夫です。冷たい。ありがとうございます。じゃあぜひこの上に持っていただいて、天ぷらの生地がちょっと濃いめのレンコンの天ぷらです。できました。薄いとこと濃いとこあって、なんか私としてはよりリアルな感じが。ありがとうございます。穴開けもいいですね。ありがとうございます。多分飲食店では働けないタイプの、ちょっと入社したばかりっていう感じ、見習い天ぷら職人です。ナス作っていただきますね。はい。じゃあナスもまたちょっと高いところキープで、はい。よし。本当に少しずつですね。さっきよりも全然小さい円で大丈夫なので、その調子で、あとそしたらじゃあこの辺ちょっと隙間埋めちゃいましょうか。そうですそうです。もう形バッチリだと思いますので、隙間だけ埋めていただければと思います。ありがとうございます。じゃあすごい絶妙な感じなので、これでヘタがちょっと出るように置いてみてください。下手しないように頑張ります。笑ってなんかすいません。はい。そしたらこれでちょっとナス外れないようにだけすみません。接着剤でつけさせていただきますね。はい。失礼いたします。そしたらまたちょっとヘタを持っていただきまして、はい、で下に沈めていって表にくるっと返していただきます。くるっと。はい。ありがとうございます。そしたら
そうですね、一旦手離していただいて大丈夫で、はいあとまた上触らないように下にの方に衣を包み込んで、はい、形整えていただきますね。はい。サクサク。ありがとうございます。じゃあこれでちょっとお水の中に浸していただいて、ありがとうございます。じゃあいかがでしょう、こちらに乗せて。おお。お店特製の岩塩でお召し上がりくさい。くすくす。もう一回いきます。もう一回いきます。ちょっと。はあ、お店特製のなんだっけ。お店特製の岩塩でお召し上がりくださいませ。お店特製の岩塩でお召し上がりくださいませ。3テイク目ありがとうございます。決まってます。ありがとうございます。じゃあ右手でですね、白い色30のメモリちょっと重くて大丈夫なので、はいよそってみてください。あ、ちょうどそれぐらいですね。はいじゃあこちら持ってきていただいて、水面ギリギリまで下げていただいて、ストップというまで流していただいていいですか？はい、ストップです。じゃあごめんなさい、ここだけ失礼します。そしたらもう片方の親指、人差し指でつまんでおいていただいて、はい、ありがとうございます。じゃあ残り全部流して丸い水たまりを作っていただきますね。丸く。はい。その調子で全部流していただいちゃって大丈夫です。よし。ありがとうございます。で、お玉の底ペタンとここつけていただいて、右にスライドさせてロー伸ばしちゃいます。あ、いい調子に伸びてるんで、多分もう一回どうでしょう、いけちゃいますか？一回ちょっと早めで伸ばせるかな。あ、お、いけましたね。ありがとうございます。はい。じゃあこちらお玉すいません、いただきますね。そしたらそのままで右手で緑ちょっとなみなみ取っていただいて、はい。なみなみ。はい、で白いとこ上半分かぶるようにここからちょっと乗せていただきますね。はい。はい、そこから傾けながら右にどんどんスライドさせてみてください。お、いい調子です。もう全部同じところに乗せていただいて、使い切ってもらっちゃって大丈夫です。はあ。ありがとうございます。そしたらまた2杯目取っていただいて、はい、で同じとこ持ってきて、ここですね。そしたらここからまた傾けつつスライドさせつつで乗せていただきます。大丈夫です、大丈夫です。はあ。ありがとうございます。はい。じゃあちょっとここ失礼しますね。はい。そしたら最終調整だけさせていただいてから葉っぱ伸ばしていただきますね。うわよいしょ、失礼します。あ。ありがとうございます。すいません。こことここちょっと親指上で持っていただいちゃって大丈夫でしょうか？はい。ありがとうございます。じゃあ真下に沈めて、一番下に沈めて、で自分の方に引っ張ってあげてください。そうです、そうです。ちょっと早めに引っ張って、はい、でそこからお顔の方までぐい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 上に持ち上げていただきますね。ここからはもうゆっくり持ち上げてもらっちゃって大丈夫です。どん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 葉っぱ伸びてきてますので、ちょっとゆっくりありがとうございます。じゃあここら辺でちょっと下ろしてみましょうか。はい。はい、失礼します。そしたら意外と葉っぱが伸びてきてますのでご安心ください。はい。はい。で白いところカーテンのそのイメージでクシュクシュにしていただいちゃって大丈夫ですか？はい。はい。クシュクシュ。で丸くなるように丸めてもらって、はい。で左右ちょっと寄せますね。寄せて。ありがとうございます。そしたらこの丸を斜めをこちらにぐるっと転がしちゃってください。ぐるっと。はい。そしたら反対側こっちにですねぐるっと転がしていただいて、ぐるっあとはもう左右交互に転がして形を作っていただきますね。はい。はい。もうお好みの形で大丈夫なので、は
え大丈夫かな。あ、おお、おお、おお、すごい。はい、半分にカットされます。はい、していいですか。かしこまりました。で、腸が銀色の部分熱いので、茶色のとこだけ触っていただくようにお願いします。はい、じゃいいですか。あお願いします。はい。ざっくり。ぜひカメラに向かってオープンしていただいて。では行きます。レイコのレタス。切れていない。はい。レタスです。どうだろめちゃくちゃ成功してます。う。あ、本当ですか。はい。ありがとうございます。中開けていただいた時に結構芯がない方とか大半が芯になっちゃってる方とか、はあと潰しすぎて芽キャベツになってる方もいらっしゃるので、はい、レイコさんめちゃくちゃ成功されてます。ありがとうございます。3日ほど冷蔵庫に置いてちょっと柔らかくなったかなっていうレタスです。はい。ありがとうございます。じゃあよかったらご一緒に。じゃあ盛り付けこちらです。できました。ありがとうございまあす。りがとうございます。レタスがすごい難しかったですね。そうですよね。ちょっと伸ばす時がやっぱり、なんかこれでいいのかなっていう感じありますもんね。あとやっぱ絵を描いてる時の絵の具とかのそのこう伸び方とはまた違ってこうなんだろうこ独特ですよね。初めてやった感覚だったのでうまくやれてるか心配だったんですけど、なんかまだ食べれそうでよかったです。うんよかった。天ぷらはなんか手作り料理みたいな、天ぷらになってよかったです。お家であげてはい愛着が湧く感じ。よかった。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、アデイウズレイコ食品サンプルを学ぶ会をやっていきました。こうやって実際に自分が作ったものを持ち帰れるんですけど、でんスーパーのお惣菜を買う時の器に入っていて、こう実際食品みたいにこう持ち帰れるのがすごい楽しかったです。最後まで、ちゃんと上に食べられませんとも書いてあるからすごい楽しかったです。皆さんも食品サンプルをこう見る際、こう誰がどういう風に作ったっていう背景もこう気づけるとなんか嬉しいなって僕も思いますし、今日それが学べて楽しかったです。これからこうなんか喫茶店の食品サンプルを見るたびにこう自分がレタスを作った記憶をこう思い出しながら楽しんでいきたいと思います。アデウィズレイコでした。